初めましての方もこんばんは。愛用している塗料クリムゾンレッドがなかなか手に入らなくて眠れない男ゆちだ。皆さん明けましておめでとうございます。これが新年一発目の動画。今年もどうぞこの眠れない男ゆちの動画をよろしくお願いします。このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、新年一発目の作るプラモを見ていきましょう。今日作るのはフレームアームズガールあやつきです。このプラモ、ことぶき屋のタイマニンとか言われていますが、一体どれくらいドスケベなプラモになっているのか、もうすでに何体かタイマニン落ちさせているこのゆちが確認させてもらおうじゃないか。それでは早速組み上げていきます。組み上げるとこんな感じ。さすがはマガ付きボディ、布面積が少ないぜ。そしてなんといってもムチムチなお腹周りがやはりたまりませんね。さらにはそのお腹周りにはタイツ表現がされているためスケベ度が増している。そんなスケベボディ、早速可動域を見ていきましょう。まずは首はボールジョイントなので可動域が良好。しかし首の付け根が取れやすいため注意が必要だ。肩はボールジョイントと関節で可動が良好。さらに引き出し関節になっているため前面と後方の肩の可動もスムーズだ。二の腕はいつも通りロール可動。肘もいつも通りしっかり可動。腰は前後左右しっかりひねることができます。しかし胸パーツが取れやすいため注意が必要だ。足の付け根はスライドで上下に可動。これにより股関節はしっかり開脚が可能。太ももはロールで可動。膝はしっかり二重関節で可動。足首は根元がボールジョイントでさらに関節があり結構自由に動かせ。さらにつま先も可動。さてざっくり素体モードの可動域を見る限りではマガ付きなどとはあまり可動域が特別変わっているところはないですね。ですがこのキットで注目してもらいたいのはやはり武器や髪の毛のバリエーション、その他色々なオプションパーツたちです。早速それらオプションパーツたちを見ていきましょう。顔は全部で3種類。後ろの髪の毛はなんと全部で4種類あり、左右のサイドテール、ツインテール、さらにはショートカットがあり、髪の毛は好みで選べるってわけだ。前髪は装甲ありとなしの2種類。頭につける飾りは3種類。手は全部で5種類。お腹周りにつける装甲はなんと4種類。己の心に従いエロスを感じたものをつけることができるぜ。足首は軽装と重装の2種類。太ももは2種類。胸パーツも2種類。刀は全部で4本。クナイも4本だ。さらに刀のエフェクトパーツが4本。そしてあやつきのための鎖鎌が1本。これらの武装を一気にくっつけたあやつきがこんな感じだ。色さえ整えれば完全にマガ付きになれますね。ですがマガ付きと違いお腹周りの装甲が豊富だったり髪の毛パーツが豊富なのがとてもいいですね。そしてなんといっても武器に鎖鎌とクナイがあるのはとてもいい。俺のツボだ。さてせっかくなのでこの重装備状態も可動域をサクッと見ていきましょう。肩についた装甲は関節があり、さらに先端を折りたたむことでコンパクトにすることが可能。色々とギミックはあるのですが稼働させると色々と干渉してしまいやはり動かしづらいです。肘は問題なく稼働、腰も問題なく上下左右稼働。腰についている装甲は根元がボールジョイントと関節なので微調整が可能。ふんどしは上下に稼働。股関節は問題なく開脚が可能。膝は重装備になってもしっかり二重関節で稼働。すね当ては根元がボールジョイントなので微調整が可能。足首はしっかり上下に稼働しひねったりすることも可能。後ろの刀は多重関節になっているので好みの位置に稼働をすることができるぜ。さらに足の裏にオプションパーツをつけることにより足の裏に刀をマウントさせることができる。これでメタルギアの雷電ごっこができるってわけだぜ。そして今の装備は重装備になっているが組み替えることが可能。組み替えて軽装備にするとこんな感じ。
最高に区内が似合う美少女になるってわけだ。さて、ざっくりした俺なりのレビューは以上だ。今日はこのあやつきをうさぎ年にあやかってバニースーツが似合う忍者に改造していくぜ。それでは改造いくぜ。まずは合わせ目処理から。気になる合わせ目の部分にミスターセメント SP を流し込み、両サイドを強く押さえつけたら、中から出てきた溶剤をよく乾燥させ、スポンジやすりで表面を整える。これを気になるところ全てにやっていくぜ。そしてプラモの宿命パーティングライン。プラモを作る上でできてしまうこのうっすらした線、これをデザインナイフでカンナ掛け。ある程度カンナ掛けができたら仕上げにスポンジやすりで表面を整えてあげます。パーティングラインを消すことにより塗装した時のパーツの仕上がりが格段に良くなる。そして 0.2mm のタガネを使ってモールドが浅い部分を彫り直していくぜ。これにより後で墨入れがしやすくなる。モールドが彫り終わった部分はバリが出てしまうため、ヤスリで最後表面を整えていく。さあ、ウォーミングアップはここまでだ。次にタミヤエポキシ造形パテを使いボディパーツを整えていく。既存のパーツなどを使わない場所にはプラ板を中に挟み込んでからパテを持っていきます。ここからは根気強く自分が納得するまでヤスリ掛けとパテ盛りを繰り返し、そしてサーフェイサーを塗り表面をチェックし、気に食わなかったらさらにパテを盛る。そういった作業をさらに胸にもやっていく。胸は既存のパーツを使うといまいちなので、フレズベルクで余っているパーツをミスターセメント SP で接着していきます。そして腰パーツと同じくパテ盛りの時間だ。パテをしっかり盛り、胸の形をしっかり整えたら鎖骨を作っていく。鎖骨はよく乾燥させた後でデザインナイフとヤスリで整えると綺麗に仕上がる。出来上がったボディがこんな感じだ。ここにバニースーツのラインを鉛筆でマーキングし、ナイフで軽く溝を掘り、さらにその上から 0.2mm のタガネで筋彫りをしていく。これで大体のスーツ作りは終了。次に首周りが寂しいので蝶ネクタイを作っていく。襟にはフレームアームズガールのレティシアのパーツに今回のあやつきのプラモについてくるリボンをミスターセメント SP で接着させ、首周りに装備できるようにします。そして耳にはアニマルアクセサリーのウサ耳を使うのだが、そのまま使うと形が微妙なのでパーツに対して燃え盛る大地。ウサ耳をいい感じに曲げ形を整えるぜ。そして頭部に 1mm の穴を開けウサ耳をセットしたのがこんな感じだ。これで大体のバニースーツの装備は整った。一度全体を見てみよう。いい感じの仕上がりになってきたぜ。ちなみに腕と足はレティシアを使っているぜ。さあ、あと少し気になるところを微調整したら、一度パーツを分解し細かい塵やゴミを洗い流したら持ち手棒に持たせてよく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはボーンペイントのシャドウプライマーを全体に塗り塗装の食いつきを良くさせる。そしたら次に装甲パーツやスーツパーツをミスターフィニッシングサーフェイサーブラックで黒く染め上げます。そして剣の刀身などにはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイで灰色に染め上げます。肌や髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクでピンク色に染め上げます。そして肌パーツにはフレームアームズガールカラー FG03 とノーフレッシュを1対1に混ぜ肌色に染め上げます。そしてここからはタイツ塗装ローズブライトレッドコーラルオレンジピュアブラックを混ぜ黒茶色に染め上げます。そこに100均のキャンドゥで買ってきた髪留めのネットでパーツを包んだらファレホのブライトブロンスを塗っていきます。乾燥したらネットを取り外し下地で使った塗料で陰影をつけていきます。さらに少し暗さが足りないのでコバルトブルーとピュアブラックを少し足して暗めの陰影をさらに追加していきます。タイツ塗装をやる前とやった後がこんな感じだ。素晴らしい出来だとは思わないか。これをタイツになりそうな部分全てにやっていく。タイツ塗装までが終わったらマスキングをしてローズブライトレッドとコーラルオレンジを混ぜバニースーツを塗ります。
この時ローズディープレッドなどを混ぜ陰影もしっかりつけていきます。次にリボンなどにはコーラルオレンジ、サンシャインイエローを混ぜ黄色く塗ります。そして装甲パーツ類にはピュアホワイトとコーラルピンクを混ぜ白ピンク色に染め上げよく乾燥させたら日版のマスキングテーププッシュカットを使い一気にマスキングを行っていく。そしてピンクを強めにしてパーツを塗り分けます。さらに一部マスキングをしさらにピンクを強めにし塗り分けをします。剣の刀身にはローズブライトレッドを下地にしその上からオレンジイエローを使い先端の方を黄色く染め上げます。さらにその上にクリアレッドを吹いていきます。そして次に根元の方に純色マゼンタを使い青みがかった赤にします。そして最後にルビーレッドを使い刀身をキラキラさせます。これで大体の武装パーツの塗装は終了。次にコバルトブルー、ピュアブラック、クリムゾンレッドを使い赤紫色に染め上げます。そしてハイライトにコーラルオレンジを使いその上にクリアを塗ってハイライトと下地の赤をコーティングします。そしてよく乾燥させたら少し暗めの色を調色し陰影を大雑把に塗っていきます。だいたい塗りすぎてしまうため100均で買ってきたこのメラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった部分をこすり取っていきます。ただこすりすぎると下地の塗装も取れてしまうためこすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。そしてメラミンスポンジで整えた髪の毛がこんな感じ。いい感じの仕上がりだ。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。次に筆などによる部分塗装。まずはタミヤ墨入れブラックを使いスーツのラインや靴などを墨入れしていきます。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。次にミスターウェザリングカラーグレースレッドを使い白装甲を赤い墨入れをしていきます。そしてマークソフターを使いフェイスデカールを貼っていきます。さらにデカールが貼れたらエナメル塗料のホワイトとレッドを使い口元を描いていきます。この時だいたいうまく塗れないのでエナメル薄め液で整えるようにしていくと綺麗に仕上がります。口元が塗れたらチーク100均で買ってきた化粧品を使いほっぺたにチークを描いていきます。そしたら最後にトップコートバニースーツの部分はクリア単体で塗りその他はクリアとツヤ消しを1対1に混ぜ全体に塗っていきます。さあ俺なりのウサギだ。ウサギのご利益で今年もいいことありますように。
いかがだっただろうか、今回のあやつきバニースーツは。今年はうさぎ年ですからね。うさぎを作って飾って運気を高めようっていう作戦さ。とりあえずこいつを部屋の目立つところに飾るぜ。そして今回使用したツールは概要欄から確認できるのでチェックしてみてほしいぜ。さて、今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント、待っているぜ。うさぎを作ったし、今年も頑張れる気がしてきたな。何を言っているんだい、もう一人の僕。相棒。君、最近作りかけのプラモが1体いるね。まあ、そうだな。大体の事情は分かっている。パーツが足りないんだよね。なら、僕は異次元からの機関を発動。除外されたあまたなるジャンクパーツたちを集え。この量は、これならもういけるね。もう一人の僕。ああ、やってやるさ。俺は、このジャンクとビプラとガンプラを融合。次は新年一発目の美少女ガンプラミキシングだ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。